ここではバスケットボールというスポーツを教えるということで例えてみたいと思います。つまるところは、自分の中に伝えたいもの、伝えたいと思う気持ちがあるかないかが、伝えるということそのものの力になるのではないかなと思っています。はい、皆様こんにちは。法華経の話第32回です。この動画は法華経を拝読していきながら、仏教に関することなどをなるべく簡単にお話をしています。その他の回もご覧いただき、一緒に仏様の教えについて考えていっていただければと思います。それでは今回の内容です。今回から方便本に入っていきます。歌壇で見ると、釈門の小宗文の略解散検閲の方便本第2ということになります。序文、小宗文、流通文のうちの小宗文ですから、釈門の中の教えが説かれる部分ですね、になるわけです。他にもちょっと聞き慣れない言葉が出てきますが、略解散検閲や個々の法説集の小説など、あまり聞き慣れない言葉なんですけども、これはまたその場面が近づいてきたら説明をさせていただきたいと思います。それで方便本は釈門の中でも中心になる章です。本門であれば如来寿量本ですね。その他の章が重要ではないということではないんですけども、この中心部分、方便本第2や如来寿量本が抜け落ちてしまうと、大事な部分が成立しなくなりますので、この方便本や寿量本というのは欠かせない章になるわけです。ちなみに法華経は28章あるんですが、その分量はまちまちです。ここに法華経のそれぞれの章の文字数を調べたものがありますが、これ正確な文字数というわけではないんですけども、一番長いのは方便本の次になる比喩本ですね。で、一番短いのは俗類本になります。こんなこと全然覚えなくて大丈夫です。それぞれの章の文字数がどれぐらいあるのかなということが気になったので、せっかくですからここでお話をさせていただきました。さて、ここから何章かの間、中心に出てくるのが二乗という人たちです。これは以前にもお話をしていますが、大事なところなので、ここでもう一度説明をしておこうと思います。二乗というのは、小文上と円覚上の2つの教外のことを言います。円覚上の人たちは、お経の中でも、百四仏という呼ばれ方、お経の中では百四仏という呼ばれ方で出てくる場合もあります。この人たちは非常に優秀な修行者たちでした。私たちがイメージする仏教の修行者という感じです。誠品で自己への探求心もあって、真面目に修行した人たちです。そして、ある一定の悟りを得た修行者でもありました。しかし、この人たちに対して、釈尊は、あなたたちは永遠に成仏できないんだということを伝えます。あれ？悟りを得ているのに、真面目に修行しているのに、なぜでしょうか？それは彼らが得た悟りとは、釈尊が本当に示したいと思っていた真の成仏とは異なっていたからです。釈尊としては真の成仏へ導きたいという思いがあります。しかしその言葉に二乗たちは耳を傾けないんですね。なぜなら、それなりに自分たちが得た修行の成果や悟りの境地に執着してしまったためだと言われています。釈尊とすれば、二乗たちが得た悟りよりも真実の救済の方がもっと素晴らしいことは分かっています。この釈尊と二乗たちのすれ違いが法華経に至るまでなかなか解消されなかったんですね。この状況を分かった上で、これからお話をしていく方便本からの何章かを読むと、随分理解が変わってきます。ただ、この状況を分かってもらうのがなかなか難しくて、いつも説明するときに困ってしまいます。この動画は若い世代の人たちも聞いていただいているということがありますので、そこで、ここでは
バスケットボールというスポーツを教えるということで例えてみたいと思います。多分詳しい方には怒られてしまうんではないかなと思うんですけども、あくまでここに至る、法華経の方便本に至るまでの状況を分かってもらう上での例えだと思っていただければと思います。まず、あるバスケットボールの指導者が全くバスケットボールを経験したことのない町にやってきました。この指導者はバスケットボールというスポーツはとても楽しいので、老若男女、みんなにやってもらいたいと思いました。そこで皆を集めて、バスケットボールというのはこういうスポーツですということをとても詳しく説明をしたんですね。ところが聞いていた人たちは、バスケットボールっていうのはなんだか楽しそうだなとは思っても、よくわからなかったので、ポカンとしてしまうわけです。指導者は、これらはバスケットボールの楽しさを分かってもらえないと思ったので、老若男女それぞれの能力に合わせて指導をしていくことにしていきました。ある人には、とりあえず、ルールは気にしないで、ボールを触ってみんなで遊びましょうと教えました。ある人には、ドリブルのやり方を教えました。ある人には、シュートのやり方を教えました。ある人には、バスケットボールをやってみて楽しいと思ったことを皆に伝えて、その人自身がバスケットボールの楽しさを伝えていく方法を教えました。ある人には、とりあえずルールは気にしないで、ボールを触ってみんなで遊ぼうと教えて、またある人にはドリブルのやり方を教える。ある人にはシュートのやり方を教える。ある人には楽しさを伝える方法を教えました。そうこうしているうちにみんながそれぞれある程度、特にドリブルを練習した人、シュートを練習した人は一生懸命練習をしてとても上手になりました。そこで指導者はバスケットボールの試合をしようと、ゲームをしようと声をかけるのですが、このドリブルを極めた人たちとシュートを極めた人たちはみんなで一緒にはやらないんだと言うんです。指導者はみんなで一緒に楽しむのがバスケットボールの醍醐味なんだからと、ドリブルとシュートを極めた人たちを誘うんですけども、彼らは一緒には行わないんですね。それどころか、この人たちは自分はバスケットボールを極めたと思うようになりました。本当はドリブルだけを知っている、シュートだけを知っているだけなのに、自分はバスケットボールを極めたと思うようになっちゃったんですね。指導者は困ってしまいました。そこではっきりと伝えるようにしました。あなた方がやっているのはバスケットボールの一部であり、どんなに極めたと思っていても、それはバスケットボールを楽しむということではないよということを伝えたわけです。そこまで指導者が伝えてくれてるんですけども、彼らは皆と一緒にプレーをしようとはしないんですね。自分の極めた技術に執着して指導者の声に耳を傾けなくなってしまったからです。では、指導者はもう彼らを放っておくしかないのか。いや、指導者は放っておかないわけです。最初からバスケットボールをみんなで楽しむことを伝えたいと思っていたからですね。そこでバスケットボールに触れた老若男女たちに最後の指導を始めます。みんなでバスケットボールを楽しむために。という状況をこの法華経の方便本へと至る流れに照らし合わせると次のようになります。釈尊は自分の悟った教えを皆に伝えたいと思い、まずは詳しく説明をしました。ところがみんななんとなく素晴らしいことは分かってもポカンとしてしまったわけです。そこでそれぞれの基本、性質に合わせて教えを説いていったわけです。皆それぞれ修行をして、それぞれ一定の悟りを得ていくことになりました。そこで釈尊は、よし、真の教えに導こうと思ったのですが、二乗たちは耳を傾けないんです。何度説得しても耳を傾けないので、あなたたちは真の成仏は得られないとことを伝えます。それでも二乗たちは耳を傾けようとはしなかったんですね。いや、
耳を傾けようと思っても、生地優秀であるために、素直に釈尊の声を心に留めることができなかったわけです。でも、釈尊はそういう二乗たちを放ってはおきません。状況が整ったところで、二乗を足がかりにして、みんなが成仏できる釈尊が本当に伝えたかった真の教えを説かれていくわけです。それが法華経であるということになるんです。ですから、先ほど私が随分勝手な比喩を持ち出してしまったんですけども、釈尊も二乗たちも、もちろんその周りにいる菩薩様や修行者たち、在家の修行者の人たちも、今までとは真剣さが違うんです。もうここで漏れてしまったら成仏はないということが、特に二乗たちは身に染みて分かっていたからですね。ですから相当な覚悟を持ってこの法華経の教えに臨んでいきます。そのあたりのことを踏まえた上で、ここからの法華経の方便本を読み進めていきたいと思います。ちなみに法華経は随時の教えとされます。これは釈尊自身の心を説かれたということで随時と言います。一方、法華経に至るまでの教えは随体と言います。これは相手の心に従うから随体ですね。ですから法華経は仏様の心がそのままに説かれた教えでありますから、これからこの法華経の教えを読んでいきますと、私たちではやっぱりポカンとなってしまう部分があるんです。でもそれでいいんだと仏様はおっしゃるんですね。大事なのは理解ではなく、真だよと、信ずることだよというところに導いていかれるからですね。これは余談になるんですけども、相手に何かを伝えるとなった時に、相手のことを思いやって話をするっていうのはもちろん大事なんですけども、最終的には腹を割って自分の気持ちを伝えなければならないですね。最近はコミュニケーションの技術ばかりが優先されてしまっているような気がします。方法論ばかりになると心のない言葉になるような気がして、かえって自分の思いが相手に伝わらないということが出てくるというふうに感じるんですね。つまるところは、自分の中に伝えたいもの、伝えたいと思う気持ちがあるかないかが、伝えるということそのものの力になるのではないかなと思っています。さて、方便本は次のように始まります。二次世尊13枚安城二期五舎利発。その時世尊は三枚より安城として立ちて舎利発に告げたもう。その時世尊はゆったりと厳かに瞑想状態を説かれて、三枚から起きて舎利発に次のように告げられましたと、こう始まるんですね。この世尊は釈尊のことですね。序本で三枚に入った瞑想状態に入った釈尊がゆったりと目を開けて舎利発に語り始める、そういう場面から方便本は始まります。で、何を語り始めるのか、このあたりの詳しい話はまた次回の話とさせていただきます。では本日はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。老若男女、老若男女、老若男女たちに、老若男女たちに、みんなでバスケットボールを楽しむためにという状況をこの法華経の方便本へと流れ